今回はオーストラリアを代表する観光スポットブルーマウンテンズ国立公園に行った時の動画です。シドニー市内から電車での行き方やブルーマウンテンズの楽しみ方も説明していますので、どうぞ今回も最後まで動画をご覧ください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。ブルーマウンテンズはどこまでも続く広大な緑と断崖絶壁の荒々しい崖もある壮大な景色。シドニーオリンピックが開催された2000年にユネスコ世界自然遺産に登録され、今ではシドニーへ来た大多数の観光客がこの景色を見るために訪れています。シドニー市内から車や電車で約2時間の場所なので、日帰りでも気軽に行くことができます。今回は4ポイントバイシェラトンシドニーセントラルパークに宿泊しているので、最寄り駅のセントラル駅から電車とバスでブルーマウンテンズを目指します。はい、朝のね今8時半ですね、セントラル駅に向かってます。はい、これからですね、今日は天気がいいのでブルーマウンテンズ国立公園ね、セントラルから電車に乗って行きたいと思います。2時間ぐらいかかるみたいなのでね、はい、電車でゆっくりしたいと思います。ブルーマウンテンズ公園はね、すごいね、霧がかかっちゃうと何も見えないので、本当に天気のいい日はね行った方がいいです。天気の悪い時はね、動物園、水族館とかね行って、天気のいい日はブルーマウンテンズ、はい、今日晴れてたらいいなと思います。はい、それでは駅が見えてきました。8時42分ですね、18番ホームからですね、ブルーマウンテンズの方向に行く電車に無事に乗ることができました。すごいダッシュしましたね。30分に1本しかないので、逃してしまうと30分待たなきゃいけません。あと、本来ならね、電車1本でね、ブルーマウンテンズの近くの駅まで行ってくれるらしいんですけど、今日明日とね、ちょっとタイミングの悪いことに電車がね使えない区間があります。それなので途中でなんかバスに乗り換えてね行くみたいですね。なので本来2時間で行けるところなんですけども、 Google マップで見たら3時間ぐらいになってましたね。8時41分に出て何時ぐらい着くのかね、また見ていきたいと思います。週末は電車を止めて線路工事を行っている場合が多く、その場合は今回のようにパラマタ駅からカトゥーンバ駅までバスで振り替え輸送になるのでご注意ください。9時31分ですね。今日はね電車がねちょっと途中までしか行かないので、こうしてバスに乗り換えています。バスはね無料で連れてってくれるみたいですね。バス2時間ぐらい乗るのでトイレは入っておいた方がいいと思います。はい、それでこれからバスで向かいます。11時6分、1時間半ほどでバスはカトゥーンバ駅に到着。ここからは路線バスに乗り換えてカトゥーンバシーニックワールドへ向かいます。バス停は駅から2分ほど離れた場所にあるので Google マップを見ながら行くのがおすすめです。これから向かうカトゥーンバシーニックワールドは世界遺産ブルーマウンテンズを満喫できる観光名所で、3種類の乗り物と広い遊歩道があります。スカイウェイはスリーシスターズ、カトゥーンバ滝、ジェイミソン渓谷など他に類を見ない絶景を楽しめる南半球最大の空中ケーブルカーです。レイルウェイは最大斜度52度の急勾配を移動するのが人気のトロッコ列車です。昔石炭の炭鉱があって、その積み出しでこのトロッコ列車が利用されていたそうです。ケーブルウェイは南半球で最も急勾配で720メートルの距離、そして270メートルの高さを移動してシーニックワールド渓谷の絶景を楽しめます。料金は今回3種類の乗り物、乗り放題チケットをシーニックワールドのサイトで2人分購入して128オーストラリアドル、日本円だと現在のレートで11,873円。値段は購入時期で多少変わるので、詳しくはシーニックワールドのサイトをご覧ください。11時30分、シーニックワールドの入り口トップステーションに到着しました。スタッフから最初はスカイウェイに乗るのがおすすめと教えてくれたので、そちらから乗っています。ロープウェイが動き出しました。もし可能ならトップステーションから出発の時は
進行方向に対して右側、帰りは左側に立つと、スリーシスターズなどブルーマウンテンズの素晴らしいパノラマをきれいに見ることができます。画面左側中央に見えるのがスリーシスターズ。先住民アボリジニの伝説によると、美しい3人の姉妹が魔物から逃れるために岩に姿を変えたと言われています。今日は天気がいいのではっきりと見ることができます。シドニーから約2時間でこんな見渡す限りの緑の森と荒々しい岩の景色が見られるなんて思ってもみませんでした。世界自然遺産に登録されるのも納得です。約3分の空中散歩を楽しんだ後、到着駅のスカイウェイイーストステーションに到着しました。散歩道があるのでね、ちょっと歩いていってみます。今11時50分ですね。天気がねこうして晴れてると T シャツとか短パンでもね問題ないですね。はい、結構ね細いところを歩いてきます。岩肌がむき出しになってますね。はい、展望台みたいなところがね見えてきました。少し景色をね楽しみたいと思います。ブルーマウンテンズという名前の由来は、この辺り一帯を覆うユーカリの木々から放出される油分が日光に反射することで青く霞むように見える現象が名前の由来とされています。そう言われたらちょっと青く霞んでいるようにも見えてきました。階段が多くなってきました。はい、歩きやすい靴でね来るといいかもしれません。あとはね帽子とかサングラスとかね、晴れてる時は結構日差しが強いのでね、そういうのを持ってくるといいと思います。ちょっとね足が悪い方にはねしんどいと思いますね、この辺まで来るとね。でも元気な方はねぜひ挑戦してみてください。はい、ここから結構階段の上りになります。よくわかんないですけどね、ちょっと登ってみたいと思います。だんだん頂上が近づいてきたかもしれません。時々景色の良い場所に展望できるスペースがあるので、休憩しながらゆっくりこの景色を楽しむことができます。通ってきた道を折り返してロープウェイ乗り場に戻ってきました。これから同じロープウェイに乗って出発点のトップステーションに戻ります。帰りも同じように雄大な景色を楽しむことができます。トップステーションに戻ってきたら、今度は赤が目印のレールウェイに乗って崖下にあるレールウェイベースステーションに向かいます。12時49分、レールウェイ乗り場で待っていると、赤いケーブルカーが傾斜のある坂を登ってきました。最大傾斜が52度もあるらしいので、かなりの傾斜ある道を下っていくみたいです。ケーブルカーの天井部分も景色が透けて見えるようになっています。ケーブルカーが走り出すとインディ・ジョーンズの音楽が流れ出し、ケーブルカーは深い渓谷の中、岩のトンネルのような谷の間を一気に下っていきます。かなり傾斜があるので、これはスリルのある乗り物でした。駅に到着するとちょうどスリーシスターズが下からよく見えるポイントでした。現在地はシーニックワールドの下の部分、レールウェイベースステーションにいるので、今度は青のケーブルウェイベースステーションに向かって3つ目の乗り物、ケーブルウェイに乗りたいと思います。はい、ここからね10分ぐらいでケーブルウェイの方に行けるみたいです。はい、じゃあ向かいたいと思いますね。はい、昔のトロッコがね飾られてます。昔はこうやって馬とかでね運んでたんでしょうね。すごいですね。石炭をねここで取ってたみたいです、ね。オーストラリア資源国なのでたくさん取れたんでしょうね。道沿いには当時の作業写真と説明、また道具なども飾ってあって、当時の炭鉱の様子がよくわかる資料やトロッコのレプリカなどもあって大変興味深かったです。こういったねシダ類だと思うんですけども、傘をね差しているような形で下がねところどころね茂ってるんですよね。なので本当に日陰でね
涼しいです。こういったね、ところどころ大きな大岩がありますね。はい、こういった岩を避けて、ね、道路が作られていますね。はい、今日はね、週末土曜日なので、たくさんの観光客がね、はい、こうして訪れています。本当にね、言語を聞いてると、たくさんの日本人もいて、韓国人の方もいて、中国人もいて、南米の方もいてって感じでね、本当にさまざまなね、言葉が聞こえてくる、そんなやっぱ世界遺産ですよね。はい、いろんなとこから皆さん見に来られてます。はい、じゃあこれからね、ケーブルウェイ乗りたいと思います。1時20分、これから乗るケーブルウェイが降りてきました。かなり大きな乗り物ですね。これからこのケーブルウェイに乗って一気に崖を駆け上り、トップステーションに向かいます。いよいよケーブルウェイが出発します。ケーブルウェイは下から崖を駆け上るような感じで進むので、切り立った崖の様子やスリーシスターズのような変わった形の岩を間近で見ることもできます。この角度で見るのもいいですね。せっかくなので今度はケーブルウェイの下りにも乗ってみたいと思います。下りながら見るのと上りながら見る景色では同じ景色でもちょっと違った感じで見られました。せっかく世界遺産に来たんだから上りも下りも両方楽しみたいですよね。ケーブルウェイを降りたら今度はまたレールウェイのベースステーションに向かうんですが、先ほどの最短コースとは違う30分の散歩コースを通ります。さっきと違う道で行きますね。30分の少し遠回りの道行きたいと思います。はい、ここから少し下り坂になります。結構ね、下カーペットみたいな感じで滑り止めになっているのでね、すごい親切ですよね。雨とか降って滑らないようになっています。でももうね、歩きやすい靴で来た方がいいですね。B3 とかね履いてる方いたんですけど、結構ね B3 で歩く距離じゃないですよこれは。はい、どんどん下に下ってます。これちょっと怖いですね。下に下ると登んなきゃいけないので。はい、こちら側の30分のルートの方はですね、やっぱ距離が長いせいか、歩いてる人はちょっと少なくなりましたね。だから人混みがね嫌な方とか、ゆっくり自然楽しみたい方はね、こちらのルートおすすめです。なぜか恐竜がね、はい、なんか電源につながれた恐竜がいるのはなんかすごい不自然ですけどああいうの置かなくてもいいと思うんですけどね。本当恐竜がいっぱいいますけど、電源みたいなんかね尻尾に電源絡まってるんですよ。なんかちょっとシュールですねこれがね。ここがちょっと上りになってきました。頑張っていきたいと思います。ところどころねこうしてベンチがあるのでね、疲れたら座って休むことができます。はい、恐竜の卵はねちょっと道路際にあったら見てみたんですけどね、ちょっと手がもげててね、はい、下半身がないんですよね。恐竜がなんかこの辺で生息してたんですかね。はい、結構ね急な階段が現れましたね。かなり段数が多いです。コーヒーとかね、アイスクリーム、水買えるとこあります。見えてきました。上りの電車、あれで登っていきたいと思います。最後にこのレールウェイで崖を登ってトップステーションに戻ります。レールウェイの上りは後ろ側に進む形になります。子供たちが怖いのかちょっとパニックになっていますね。列車が動き出すと車内ではまたインディ・ジョーンズの音楽が流れて急勾配を登っていきます。外の開けた景色から今度は徐々に深い谷底、洞窟の中を通っているかのような景色へと移り変わっていきます。そして列車はトップステーションに到着。これで3つの乗り物それぞれ往復乗ってブルーマウンテンズの景色を存分に楽しめました。2時20分、
路線バスに乗ってカトゥーンバ駅に向かいます。今回週末で電車が運休しているため、帰りも行きと同じようにシーニックワールドの最寄り駅カトゥーンバ駅からパラマタ駅まで振り替え輸送のバスに乗らないといけません。路線工事で電車がストップして振り替えバスで来た方は帰りのバスの時間に注意してください。2時33分ですね。バスを降りてですね、線路の向こう側のバス停に向かいます。電車で来た人はね、ここからもう電車乗ればいいんですけど、今回土曜日日曜日と、電車がちょっとね、線路のね修理かなんかしてまして、乗れない。代行のバス乗らないといけません。代行のバスもまだ2時半だからあるんですけどね、15時20分、それ乗り遅れるとかなり待たされるので、バスがなくてこれのバスと結構痛いです。はい、じゃあバスね、乗っていきたいと思います。はい、今2時37分ですね。パラマタ駅行きのバスに無事に乗ることができました。はい、じゃあこれからね、また2時間ぐらいかけてね、パラマタ駅の方ね、向かっていきたいと思います。はい、今4時5分です。パラマタ駅到着しました。ここからね、電車に乗っていきたいと思います。怖いですね。電車来てるみたいですね。急いで行きましょう。はい、今セントラル駅着きましたね。時間は4時47分です。朝の8時41分に乗って今4時47分なので8時間でセントラル駅に帰ってきました。観光としてはね、ほんとちょうどいい時間だと思います。はい、それでは改札出ます。はい、鳩に紛れてね、すごい珍しい鳥がいます。ちょっとね、動物園で見るような鳥がね、普通にいるんですよね。すごいくちばしが長いです。もし皆さんもシドニーへ旅行に行く機会があれば、少し足を伸ばして世界遺産のブルーマウンテンズの素晴らしい景色を実際に見に行ってください。他にもシドニーでは動物園、水族館、老人形館やオペラハウス、ハーバーブリッジも観光しました。そちらの動画については後ほどアップする予定ですので、また時々このチャンネルを覗いてみてくださいね。今回の動画が良かった方はぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。